今回は、レベル 6.2、ザ・スリフトストアについて解説していくよ。なんかの店なのはわかるな。訳すと古着屋だね。なんでレベル6のサブレベルって商用系の空間が多いんだろうな。まずは部屋の外観。レベル 6.2 は、馴染み深い古着屋のような空間なんだ。ここも結構栄えてそうだな。次に、レベル 6.2 について説明するよ。レベル 6.2 の脅威指数はクラス0。平穏で、空間が安定していて、敵対的なエンティティがいないんだ。親レベルのレベル6とは大違いだな。次に、レベル 6.2 の特徴について説明するよ。レベル 6.2 は、大きなメインエリアと3つの小さなエリアからなる空間で、シャツやズボン、ジャケットなどの衣服や、帽子やマスク、靴などの小物、アクセサリーだけでなく、防弾チョッキのような戦闘用装備なども置かれているんだ。売り物の幅が広すぎる。また、空間内は洗いたての洗濯物の匂いが漂い、インド風の音楽が常に聞こえているんだ。いい感じの雰囲気だな。ちなみに、この店ではおとなしいスキンスティーラーが経営していて、生存者と衣服を交換することを厭わず、時折ファッションのアドバイスをしたり、その人に似合いそうだと思うアイテムを勧めたりするんだ。フェイスリングズじゃなくてスキンスティーラーが運営してるのかよ。この空間では、商品棚から取り出されたり、生存者に与えられたりした衣服は、レベル 6.2 を出た後、空いた商品棚2本の一瞬で別の衣服が補充されるため、衣服は無限に供給されているようなんだ。補充される時って毎回同じ柄の服が来るのかな。また、この店のアイテムは全て取引で購入することができ、店主は弾薬からアーモンドウォーターまで何でも取引してくれるらしいんだけど、特定の服は特定のアイテムと交換する必要があり、価値の高いアイテムには高額な値札が付けられる傾向があるんだ。その値札には、この世に存在しないものや、存在し得ないものが含まれていることもあるんだよね。存在しないものが値札になるってどういうことだ？例えば、赤いルビーが埋め込まれた黄金の王冠には、重力5つ、布の石1つ、0090液量オンスの音楽という値札がついていて、店主にこの品物を持って話しかけた時、数字の羅列を口にしたんだ。この数字の羅列はレベルの数字ではないかと推測されているんだよね。要求物資が全然イメージ湧かない。また、デスモスに似たマスクは、デスモスにはデスモスでと要求されるなど、似たようなありえない値段の服がさらに見つかっているんだ。なんかモンハンみたいだな。ここで売られている衣服類には、身につけると何らかの恩恵を与える効果があり、衣服が与えるバフはアイテムの値札に詳しく書かれているんだ。やっぱりこれモンハンか？主な効果としては、パワー系、防御系、スピード系、隠密系、幸運系、スタイル系に分けられるんだけど、スタイル系の効果は特に何もないんだ。ただの装飾じゃねえか。例えばシンプルな T シャツは防御力1、スニーカーはブランドによってスピード1から3まであって、さっき例として挙げた赤いルビーが埋め込まれた黄金の王冠は、幸運後、防御後の効果があるんだ。やっぱり値段が高い分、性能も良さそうだな。さらに、モスジェリーを見つける確率を上げるデスモスキーホルダーや、装備した銃器の威力を2倍にするゴールデンバレットチャームなど、装備する衣服や武器、アイテムによって特殊な効果を発揮するチャームもあるんだ。やっぱりこれってモンハンだよな。次に、レベル 6.2 にいるエンティテについて説明するよ。レベル 6.2 には、さっき説明したおとなしいスキンスティーラーと、ペットとして飼われているハウンズがいるんだ。ハウンズがペットとして飼われてるのか。このハウンズは、一般的なハウンズと比べて非常に従順で、手に負えない生存者や敵対的なエンティティが現れた際には、番犬として活躍してくれるんだ。めちゃくちゃ頼もしい。店主のスキンスティーラーは、不揃いな服や帽子を無造作に重ね着した姿で、一般的なスキンスティーラーと比べておとなしく友好的で、特に生存者が喜んで交換しようとするものがどんな衣服であれ、衣服やその他のアクセサリーと物資を交換することに常に喜んで取引してくれるんだ。見た目とのギャップよ。さらに、病気を患っていたり貧しい生存者には無料で衣服を与えたり、家がない生存者には、店舗の運営を手伝うことを条件として、この空間を居住地として提供し、スリフターズの一員に招き入れることもあるんだ。慈善活動の鏡だ。ちなみに、店主は料理の腕がプロレベルでうまいらしく、カウンターの後ろにある移動式のキッチンで、生存者のどんなリクエストにも応えて、料理を作ってくれるんだ。慈善家な上に料理家なのかよ。過去に作った料理としては、マッシュルームとアーモンドのパスタからデスラットの燻製、アーモンドパウンドケーキやパンプキンドーナツなどのデザートまで、様々な種類の美味しい料理を提供してくれるんだ。フルコース頼めるやん。また、提供された料理には特殊な効果があって、食べると若返ったり、前向きな気持ちになったり、どんな怪我も食べた分だけ加速度的に治り始めるらしいんだ。アーモンドウォーターより効果良すぎだろ。なので、料理ができない生存者や、
ボンデラーズクックブックをまだ見つけていない生存者にとっては、いい食料調達の選択肢となるんだ。これ目的で来てる人もいそうだな。また、店主が作る料理は基本的に無料なんだけど、料理の材料は自分たちで調達する必要があるんだ。それでも料理してくれるだけありがたいわ。次に、レベル 6.2 にいるグループを紹介するよ。レベル 6.2 には、ザ・スリフターズというグループがいるんだ。さっきちらっと出てきたやつだな。このグループは、店主のために働く生存者のコロニーで、居住地の提供と引き換えに、店主のためにバックルームズの至るところで、あらゆる種類の着用可能な衣料品を漁るんだ。店のスタッフが衣服集めてたのかよ。なので、レベル 6.2 にある従業員専用の部屋は、このグループの活動拠点でもあるんだ。ちゃんとグループ専用の部屋が用意されているんだな。また、彼らは数ある生存者のグループの中でも、店主の指導のおかげでバックルームズの探索に最も精通しているため、MEG は、ザ・スリフターズや店主と同盟を結び、彼らが無限に広がるバックルームズを探検し、新しい情報の手助けとして、名誉エージェントとなってもらい、取引条件として、スリフターズに食料や、特定レベルの重要な知識などの物資をもらっているんだ。そんな重要な立ち位置にいるのかよ。ザ・スリフターズのメンバーは、それぞれ奇抜なファッションで見分けられて、何枚も重ね着した不揃いの服だったり、その場しのぎのマスクとして目の穴がくり抜かれた、ランプシェードを被っていたりするんだ。すげえ奇抜なファッションセンス。また、メンバーたちは本名ではなくコードネームで呼ばれることが多く、身につけている特定のアクセサリーにちなんで名付けられるんだ。コードネームっていうよりニックネームじゃね？最後に、レベル 6.2 の入り方や、次のレベルの生き方について説明するよ。まずはレベル 6.2 の入り方。任意のレベルで衣類の棚をノークリップで通り抜けると、レベル 6.2 に、レベル11の衣料品店や古着屋に入ると、レベル 6.2 に、行くことができるんだ。親レベルのレベル6からは入れないのか。一方、次のレベルの生き方は、自分の体がすっぽり隠れるくらいの大きさの衣類の棚を歩くと、どこかのレベルに行けるんだ。行き先がランダムなのか？そういうわけじゃないと思うけど、どういうわけか行き先が示されていないんだよね。何それ、怖。ということで、今回はレベル 6.2 について解説したよ。レベル 6.2 は、おしゃれな古着屋のような空間だったけど、スキンスティーラーがおとなしく仕事してるし、衣服に謎のバフがあるし、グループメンバーも個性ありまくりだったし、色々と独特な空間だったな。グミがあそこで働いてたら、コードネームは赤ゴーグルかな。で、私がツインテール。ミクはどっちかっていうとリバーシブルじゃないか？なんで？通常時と陶器で見た目が違うから。それ、ただの衣替えだよ。